おはようございます。阿部義俊です。今回はドリキンさんに勧めていただいたそのワタレックスタイルという、その写真家の西田航さんが始めたことですけど、カメラで一発撮りで、動画撮ってそのまま、編集も加工もしないでカメラのメモリカードを PC に挿してそのまま直接 YouTube にアップしちゃうみたいなその非常にシンプルな、撮影方法に挑戦している、の第5回目ぐらいです。まだ一度もうまくいっていません。全部編集しちゃってます。それは自分の喋りがしどろもどろなのと、主にそのマイクがうまく、音拾ってくれなくて、で今やっぱりこれつけちゃってますけど、こいつをつけちゃってると結局 Mac に読み込んでダヴィンチリゾルブを起動して、編集しなきゃいけないじゃないですか。だからそのここに今シグマ FPL がありますけど、そのシグマ FPL のそのマイクから直で音取ってそのままのそれが聞けるレベルのその音になっててほしいんですよね。で、まあちょっとカメラの話になっちゃいますけど、昨日まではシグマの 50mm の F1.4 でカメラずいぶん遠くにあったんですよ。で、なのでそのカメラから自分が遠いんで、結果的にその音がきれいに入んないと。でケーブルつないでその手元にこんな感じのマイクをそのでかいのとかもいろいろ試して置いてみたんだけど、これもなんかうまくいかなくて、でそれに関してはケーブルの不良かもしれなくて、なんか非常にでかいノイズが入ってしまっていたり、そもそも断線してしまってつないでいたのにカメラ本体の方の、マイクが生きちゃってたりしたんで、今ちょっと、ケーブル買ってみて、それがうまくいくんだったらこいつで撮ってみようと思います。それまではまだちょっとこれを使わなきゃいけないからで、絵面がだいぶ変わったと思うんですけど、レンズに関してもこの辺にあるレンズを全部試行錯誤してやってみて、最初はだからその 50mm でやってみて、あと 24mm の F3.5 っていうやっぱりシグマのレンズを使ってもっとレンズを近くに近づけてやってみたりしたんですけど、で 50mm は絵自体はすごく気に入ってたんだけど、カメラが遠いと。じゃあカメラ近づけてみようと思って、24mm の F3.5 にしてみたら、近くなると今度ボケ量が足らなくて背景がボケないんですよね。まあ今もボケてないですけどこのレンズでも。でここに2870の F2.8 があるんで、これをつけてそのカメラを前にやったり後ろにやったりしながら適切な位置を探っていったら、35から45ミリぐらいのところで F2.8 で、ギリギリ背景がちょっとボケて、カメラの近くに MacBook Pro があって、そいつがやっぱどうしても音を立てちゃうんで、撮影の時にじゃあ MacBook Pro とかをシャットダウンすれば音消えるじゃんって言うと、まあそれはそうなんだけど、これはあくまでもその撮りたいと思った瞬間にもうボタン1個押すだけでシンプルに撮れるっていう状態じゃないと意味がないことなんで、そのためにじゃあ仕事に使ってるパソコンいちいち終了させるのかとか、あるいはスリープさせるのかみたいなことを、スリープはいいかなと思ったんだけど、なんかね、うちスリープなんか定期的になんか復帰しちゃうんですよね。なんか触んないでいても何かがハードディスクとかつないでるのが悪さしてるんだと思うんですけど、だったりするんで、とにかくノイズが入らない程度のまでそのカメラと、パソコンとかノイズ源は離したいと言ってた時に、35から45ミリぐらいのがいいかなと思って、で、そのちょっとこの28から、70ミリの F2.8 でいろいろ試していて、そこで、あとこの45ミリの F2.8 とかも試してみて、であと気がついたんだけど、そういえば俺ライカ持ってたぞと思って、今つけてるレンズはそのライカのエルマーのカビエルマーの 35mm の F3.5 です。なんかセンサーの方にカビがいっちゃいそうで怖いんだけど、お金はないがライカ欲しいと思っていた時期が今もそうだけど、ありまして、でその時とかにヤフオクとかでもうそのジャンク品自己責任でみたいなやつを、何本かレンズ買い漁った時期があったんですよ。で、これは 35mm のその F3.5 で、画角的にもギリギリで F3.5 なんでやっぱボケ量が圧倒的に足らなくて、なんかこの散らかった机がガチャガチャっと全部映っちゃってて、自分としてはちょっとなんか奥にピント行き過ぎてるかな、僕がちょっとボケてるかな、いやちょっとその辺りも詰めますけど、今なんか試行錯誤の最中なんでちょっとお許しくださいという感じですけど、そんな感じでやっていて、画面を暗くしたのはこれでも今 ISO が1600でちょっとノイジーかなと思うんですよね。F3.5 なんだけど、壊れてんのかカビ生えたからなのか、例えば 24mm のそのシグマのこのちゃんとしたっていう言い方をするとちょっとエルマーに失礼だけど、こっちのだからこういう、
の F3.5 だともっと全然明るいんですよ。でこの F3.5 は目いっぱい開放にしても開放のところのネジとかもだいぶ古いレンズなんでガタが来ていてミシミシ言うんでちょっと怖いんですけど、まあだから開放になりきってないのかもしれないですね。ちょっと絞っちゃってるのかもしれない。だからちょっと今まで通りの明るめの背景にしようと思うぐらいその露出を上げていくと ISO がどんどん上がっていっちゃってノイズが増えるんで、これ今、EV がマイナス 0.7 でやっと ISO1600 で、まあ、ギリギリかなと。で暗くなったら暗くなったでまあおっさんだしいいかなと。今まあこれはこれで雰囲気があっていいと言えなくもないんで、やっております。シグマ FPL で、カラーモードはティール&オレンジをマイナス1したやつですね。でそんな感じで昨日も言ったけど、こいつを今、ここを見せないと分かんないか。だから結局これを始めるともう編集をしないとどうにもならないですけど、今こんなような状態でそう昨日の動画でもちょっと話したけど、パソコンのモニターに HDMI で出力してて、そこにその露出とか ISO とかそのパラメータをその UI を全部表示する状態にしといて、かつ、MOV 形式のそのファイルフォーマットで GOP ってやつ、ロング GOP って書いてあったかな、の録画形式にすると FP がなんかいっぱいいっぱいになってフレーム落ちしちゃうんですよ。なので今回は MOV だけどその GOP じゃなくてオールイントラっていうのか、だから圧縮をあんまりかけない方のファイルフォーマットでやってます。で、このワタレックスタイルっていう一発撮りでメモリカードから直で、アップロードするってやつは、まあ、今日もできそうにないですけど、最初にドリキンさんに勧められた時にまあ要するに手間のかかんない一発撮りっていう意味ですよねみたいな感じで、そんなにはなんていうかな、言われたんでせっかくだからちょっと一回やってみようぐらいの感じで、あんまり何がどうなんかドリキンさんも画期的って言ってもうこれは西田さんは天才だみたいな感じで言ってて何がっていう感じだったんですよ。でやってみて分かったんだけど、確かに例えば毎日更新でこの5分10分でもいいから喋ることをやろうと思ったら、これが最適解というか、なんか僕みたいに仕事の片手間でちょっと動画を撮るみたいな、レベルの人にとってはこれが唯一の方法かもしれなくて、つまり撮影環境はもう完全に固定しちゃってボタン1個押したらもう撮り始められるっていう状態で、常にそのセッティングが終わっている状態で撮影が終わったら即そのままもうアップロードまで終わっちゃうという状態にしておかないと、例えば昨日までも僕もだからそれをやろうとしてたんだけど、結局話があーとうーととか言い出しちゃったり、途中で話すことをなんか分かんなくなって2分ぐらい黙り込んじゃったりとかしてたんで、それを編集しなきゃいけなくて、編集すると昨日の、20分弱ぐらいの動画でも結局僕の場合編集やったら1時間半ぐらいかかったんですよ。でこのあーとみたいなやつを極力切らないで、もう音楽とかも入れないで何もやらない、カラー調整も何もしないで、最低限カットだけして、音はそのマイクの音を入れ替えてみたいな最低限の手数だったんだけど、それでもやっぱり1時間半ぐらいかかって、これがなくなる、自分のあと喋り方の問題とですよね。あとマイクの音の問題が解決したらそれができて、10分喋ってあとアップロードの間別に仕事ができるんで、そうすると10分とか、15分とかで、動画が1本作れるっていう状態になるわけで、それは今までやっている動画の撮影や編集に比べると本当に何分の1っていう手間になって、でここまで来ると本当に僕は毎日更新するかどうか分かんないけど2日に1回とか、週に2、3回更新みたいなことが、できるようになってくる。でそれはだから手間が多い少ないじゃなくて、ここまで削ると階段を明らかに1個超えて違う次元のものになるんですよ。だからドリキンさんが言いたかったのは多分そういうことで、やってみると、まだできてないからやってみるとって話ができないけど、昨日の自分のなんてことのない動画でも編集にそんだけ時間がかかって、編集に時間がかかってかつなんか終わった後もそうすると何十ギガってファイルが自分の仕事用の MacBook Pro のSSD の中に入って、それを消さなきゃいけなくて、一手間なんだけど、でも例えば昨日ので言うと念のためと思って、DJ のポケット3でも動画を撮っていたり、こいつで音声ファイル撮って
ってたりしてファイル数が結構でかいんですよ。そうすると、自分が作業用にと思ってた SSD の中に入りきらなくて編集素材の一部を、バックアップ用のハードディスクの方に入れなきゃいけなくなったりして、そうすると、ハードディスクの方に入れたデータのそのアクセスが遅くてダヴィンチが遅くなるんですよみたいなことがあったりして、でそういうのも含めてもう関係ないじゃないですか。で撮り終わった動画も極端なことを言えばもうこれはこれで保存する必要なし、保存したいデータは圧縮はかかっちゃってるけど YouTube 側にあるからみたいな感じで割り切ってしまえば、データのその管理みたいなものも含めてその最後の最後までその手間が全部1段か2段下がるわけじゃないですか。それはすごいなと思って。で、それを面白いその知識を得たというか知見を得たというか、でこれはそのあらゆるその日々の生活の中とかにもあまりそのコスパとかタイパとかを意識しすぎると何かつまんなくなっちゃう部分もあるんでほどほどにですけど、でもだから昨日まで喋っていた自分のだから手帳の、習慣が途切れちゃったのを復活させるみたいなのも自分的にはだから、同じようなことを考えてたわけですよ。その書くための手間をだから僕はだからこれに凝りすぎちゃっていろんな道具を便利なっていうかその書き味が良くなるための道具みたいなものをだからそのクリップとかその万年筆とか下に敷く、布とかいろんなものを用意して持ち歩いて結果的にそのどんどん装備が重くなっていってその毎日書くみたいな習慣がぶっと途切れちゃうみたいなことがあったわけですよ。だから撮影とかも逆にだからこういうふうに手間が下がっていくと毎日できるかもしれなくて、同じようにこいつもその今やってるみたいにもう本当にこれだけでその万年筆も時間がある時は万年筆筆箱に入ってるから持ち歩けばよくて、そうじゃなければこのもうボールペンで、それもだからこのキャップ式じゃなくてこれだと回転式なんで書きたいと思ったらそれこそ今みたいに片手でパッと、ひねれば芯が出るじゃないですか。そういうのも含めて一番、スピーディーにできて、であまりにもそのスピーディーにこだわりすぎると僕の場合これとかはじゃあそのボールペン100円のボールペンでいいかっていうといいんだけどいいんだけどテンション下がるちょっと下がったりするじゃないですか。だから今入れてる例えばちょっとそのモンブランだよとか、トラベラーズノートだよとかなんかそんなところでちょっと凝りたいとか。だからカメラとかもそうで最低限の手数にしてるけど僕のはもうスーパーカビエルマーなんでちょっとこれライカの好きな人にも怒られちゃうな本当はもっといい写りのはずなんですよ。だからこれもだからライトを話がまたあっちこっち行き始めたとライトをもう一つ二つ足すことはできるんですよ。それで IS を下げてノイズを減らすことはできるんですよ。だけどこいつカビエルマーだからちょっとライトつけりゃ分かるかちょっとつけただけでこれだと分かんないか失礼、これただの白いライトなんだけど、ティーランドオレンジだからちょっと今ライト自体はライトセーバーみたいに青っぽくなっちゃってるけど分かりますかね。その普通のレンズだったらこんなに信じられないようなゴーストっていうか出ないんですよ。この白っちゃけた感じとかはカビが乱反射してレンズの中でえらいことになってるんですよ。むしろここまでカビてると綺麗ですけどね。なのでひどい話だななんか、こいつの時にはライトつけられないんだけどでもちょっと自分の気に入っているレンズを使うとかなんかそんなことは、できたりするじゃないですか。あるいはそのシグマ FPL を使うとかね、そんな感じで手間を下げつつテンションは下げない。で昨日も言ったけどだから自分の中でこれで言えば習慣化に関して言うと昨日と同じ話をちょっとしちゃうけどだからこれすごい自分の中ではなんか大きな発見で、毎日繰り返していくといずれ2ヶ月とか続けていると習慣化して習慣化すると、嫌だなとか面倒くさいなとかかったるいなとかそういう感情がなく淡々とこなせるようになる。でその代わりだから楽しいとかワクワクするとか今日何しようみたいなそういうポジティブな感情もフラットに下がってしまう。なので手数下げるためのいろんなことっていうのは、やればやるほど習慣化する何かが継続するためのプラスになるんだけど、なんかテンション下げちゃうようなことをすると楽しさもなくなっちゃって、そうすると継続する動機を失ってっちゃう。だからこれも喋ることまで多分何かルーチン化しちゃうと僕の中ではちょっと面白みを見失ってやめてしまいそうな気がして、
なので今こんな雑多な話をしてるけど、なんとかこの雑多な話の中で、うまく題材を見つけて、その聞いてる人がなんかちょっとでもなんかためになるとか、発見があるとか、一緒に面白がってもらえるような話ができるようにってことを目標にしつつ、何話すかはその場その場で何か自分が楽しいと思うことを決めて話すように、して、だからその部分はだからルーチン化せずに、撮影に関して言うと、だからここで言うとさっきの、手帳とかと同じで、もう絶対ここに1回は例えば座るとかね、カメラの電源を必ず1回入れて、ここのモニターでちょっとこの画面を見てみるとか、なんかそんなようなことまでをなんかうまくルーチン化していくことで、もしかすると更新頻度が上がって、今で言うとだからその2チャンネル、子供らのチャンネル入れたらもしかすると3つチャンネル持つことになるかもしれなくて、そういうものも、うまく運営できるようになっていくかもしれないですね。そしてやっぱりカメラ触り始めると、こうやってちょっと暗めの画面もいいなとか考え始めると、これはこれでやっぱめちゃくちゃ楽しいですね。ということでした。まあ今日こんなもんか。はい、ありがとうございました。ではでは。